次の目標は、サバイバリストジェネレーターだと発電が遅いので、水力発電を始めようと思うので、鋼鉄が必要になってくるんですね。で、その鋼鉄を生産するために、この航路を作ろうと思います。真ん中に TNT、型焼き粘土を置いて、周りを砂で囲むと、航路用レンガができます。この航路もコークスローと同じ作り方ですね。で、最後にハンマーで右クリック。では、使ってみましょう。まず、鉄インゴットと燃料となる木炭かコークスを入れます。木炭4つかコークス1つで1回分の精錬ですね。このイマーシブルエンジニアリングのコールは副産物としてこれが取れるので、レールクラフトのコールよりこちらを選んだ方がいいですね。コールのクエストをクリアしたので、これがクリア扱いになったみたいですね。鋼を確保できたので、水力発電を始めたいと思います。動力ダイナモと水車ですね。金鉱石と銀鉱石を混ぜ合わせてエレクトラムインゴットを作ります。鉄インゴット3つ、エレクトラムインゴット2つ、鉛インゴット1つ、防腐木材2つにレッドストーンブロック1つで中圧キャパシタができます。真ん中に眼神木棒、その周りをエレクトラムインゴットで囲んで、エレクトラム線コイルができます。これを8個分作ります。真ん中に鉄インゴット、エレクトラム線コイルを周りで囲んで、エレクトラム線コイルになりました。鉄インゴット2つ、レッドストーン2つ、上に中圧キャパシタ、真ん中にエレクトラム線コイル、その下に鋼インゴットを置いて、動力ダイナモができました。防腐木材3つに、眼神木棒が4つで、水車の部品ができます。これを24個作ります。鉄ブロックをメタルファーマーのエクスチュービングモードで加工します。3つ加工します。加工が終わるとシャフトができます。真ん中にシャフト、その周りを水車の部品で囲むと水車ができます。水車を設置していきます。ダイナモの場所はここで、ハンマーを使ってこの丸い部分を外側に向けておきます。で、この部分に水車がつくようにします。3つつけられます。
水車の設置が完了しました。ここと、ここと、ここと、ここに水源があって、反時計回りにこのように水流が流れてる感じですね。これでだいたい 80RF ぐらいは出てるんじゃないでしょうか。水車が完成したので、次はエネルギーを保存しておくバッテリーを作っていきたいと思います。いろいろ種類はあるのですが、今回はイマーシブルエンジニアリングのバッテリーを作っていきたいと思います。まず、鉛とアルミを溶かして、鉛ブロックとアルミを手に入れます。鋼インゴット3つ、アルミインゴットが2つ、真ん中に鉛ブロックが1つ、下にレッドストーンブロックが1つ、で、残りが防腐木材2つで、高圧キャパシタができました。では、設置します。まず、ここに置いて、ハンマーで右クリックすると、印が変わって青に変わります。これが入力できる面になります。で、配管すると、入りましたね、ちゃんと。で、出力の面はハンマーで叩いてオレンジにします。これが出力のマークになります。こちら側もしておきましょう。で、接続端子を設置して、コイルでつなぐ。正しく入力されました。RF 用のバッテリーができたので、今度はインダストリアル2用の EU 用のバッテリーを作っていきたいと思います。IC2 のバッテリーを作る前に、ここがバッテリーの実績ですが、その前にジェネレーターの実績を解除しておこうと思います。鈴インゴット2つをプレートにします。できたプレートをさらに加工します。そうすると2つのプレートから4つのアイテムケーシングができます。鈴のケーブルを作っていきます。ケーブルができました。ニコライト鉱石からニコライトパウダーを手に入れます。鈴ケーブルとゴムを合わせて被覆された鈴ケーブルを手に入れます。それと鈴のアイテムケーシング4つとニコライトパウダーを並べてバッテリーができます。かまど1つ、アイアンプレート5つを並べて鉄のかまどができます。それと先ほどのバッテリーとアイアンプレート3つでジェネレーターができます。これで実績解除です。では、このバットボックスを作ります。先ほど作ったバッテリーですね。これを3つ作ります。その作ったバッテリーを真ん中横に並べて、木材、そして鈴の被覆されたケーブルですね。これを上に置くとバットボックスができます。バットボックスを設置します。これは取ってしまいます。出力面がこちら側になるように、このように手前に設置します。そして、接続端子をつけまして、導線コイルでつなぎます。これで入力はされています。次にこのバットボックスと機械をインダストリアル2のケーブルでつなぎます。これで OK ですね。ちなみにこのマインクラフトのバージョンは 1.7.10 なので、このケーブルに触れても感電はしませんし、雨が降っても機械が爆発とか故障とかはしないので、この状態でも問題ありません。
ちょっと気分転換に散策に行きたくなったので、このカーペンターズベッドを作ってみようと思います。まず棒と木材でカーペンターズブロックを作ります。それを下に3つ、真ん中に羊毛3つ引いて、カーペンターズベッドができました。使えるのかな？なんか豪華ですね、こっちの方が。これ持ってきましょう。あれはガストですね。どうして地上に湧いてるんでしょうか。やっぱりガストですね。ゾンビピックマンも湧いてるので、やはりネザーのモブが湧いてますね。村がありましたね。これは薬屋さんですね。カーマはもらっていきましょう。パン多くの苗木。増設に使えるので監視規制連路の部品をもらっていきましょう。ティンカーズの家ですね。これと、これと、溶かして材料になれるものは持っていきましょうか。ブロンズ、カッパー。これはいらないですね。これは村のチェストからでしか入手できないのでありがたいですね。これごと持っていきましょう。2軒目ですね。